この動画では函館で絶対に食べたい人気グルメを1泊2日で巡るモデルコースをご紹介します。函館旅行を計画している方の参考になると嬉しいです。函館朝市で豪華3食ウニ丼を食べて、さらに函館名物長谷川ストアの焼き鳥弁当やラッキーピエロ、人気回転寿司、そして絶品函館スイーツまで函館グルメを余すことなく堪能しました。このチャンネルでは夫婦でたくさんの趣味を楽しむ様子をお届けしています。動画に少しでも興味を持っていただけましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。函館1泊2日グルメ旅の始まりです。最後までどうぞお楽しみください。今回の出発地は羽田空港です。11時5分に函館空港に到着する飛行機で向かいます。羽田空港発では天気が良ければ東京上空のちょっとした遊覧飛行を楽しめますよね。スカイツリーがちょうど見えています。離陸から1時間少々で函館山と街の様子が見えてきました。函館観光は1日目、2日目ともに滞在時間が半日ずつなので、事前に計画してきたプランで巡っていきたいと思います。ここからは函館市内への移動についてご案内します。函館駅方面は高速バスと在来バスの系統があります。こちらが高速シャトルバスの時刻表です。私たちは空港から函館駅まで20分で移動できる函館定山バスのシャトルバスを利用します。空港を出るとすぐにバス停があり、3番乗り場から乗車します。空港シャトルバスは到着便に合わせた本数が出ていますが、バス利用者も多く、心配な方は出発時間の10分以上前に並ぶのがおすすめです。予定通り20分で函館駅に到着しました。シャトルバスは函館1日乗車券は利用できませんが、クレジットカードのタッチ決済で乗車することができます。駅前を写真を撮る。9月後半でしたが、少しずつ紅葉が始まっていました。風があるね。北海道は涼しい風がとても気持ちいいです。駅前横丁ってあっちなんだ。最初にやってきたのは函館朝市。事前に調べてきた函館朝市のお店でウニ丼をいただきます。菊代食堂。菊代食堂は新千歳空港内にも出店しているお店です。創業は昭和31年。北海道米をかまどで炊き上げ、粘りやツヤ、もちもちした甘みのあるこだわりあるお米を使用しています。ウニとイクラは味付いてるんで、そのまま食べてください。はい。こちらはですね、エビのたけの風味、エビの辛いにつけてください。思い出の方はホタテはもう上から醤油かけて。ウニは明晩不使用の生ウニを使用しています。生ウニはとても甘くて口に入れた瞬間とろける食感ですごく美味しいです。美味しいです。ウニがすごい美味しい。ホタテはこれくらいの厚みでした。エビは新鮮でとても甘くてすごく美味しかったです。温かい白米でネタが温まってしまったのが少し残念でしたが、3000円を切る値段でウニはもちろんエビも美味しくいただくことができました。とても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ラビエラチャンネル
今回の宿 JR イン函館は函館駅直結で観光のアクセスが良く、大浴場、露天風呂を完備したホテルに宿泊しました。ホテルから5分程度の場所にある青函連絡船マシューマルを見学しに行ってみます。マシューマル見に行きます。青函連絡船マシューマルは昭和40年から函館・青森間を就航していました。青函連絡船マシューマルは全長132メートル、最高時速は33キロで、函館・青森間を3時間50分で結びました。当時の青函連絡船のグリーン席が展示され、座ることもできます。船長や船員の制服が展示されていて、サロンでは制服を着て記念写真を撮ることができました。結構怖いな。甲板からは函館の街並みや港の景色を一望することができます。マシューマルから15分ほど歩いてベイエリアの赤レンガ倉庫に到着しました。金森赤レンガ倉庫は大きく4つの建物に分かれています。金森赤レンガ倉庫は明治42年に建築された建物であり、雑貨やグルメのお店が複数ある函館の観光シンボルになっています。函館限定商品の販売のほか、手作り体験も行っていました。函館ワインは日本人の味覚に合う日本のワインを目指しています。日本人の味覚を意識したカジュアルながらも本格的なワインを作っています。函館スイーツの紹介、1店舗目はプティ・メルビーユ。函館で30年愛され続けているプティ・メルビーユはフランス語でささやかな感動という意味の言葉が店名になっています。プレーンを一つと、いちごのバターサンドを一つ。看板商品のメルチーズをイートインでいただきます。メルビーユ一の愛されスイーツメルチーズは軽やかな一口タイプのチーズスフレです。メルチーズの味はプレーン、いちご、チョコレートなど9種類の味が展開されています。しっとり。うん。ふわふわ。おいしい。美味しいですか？すごいチョコの濃厚な味がする。いちごのバターサンドを食べてみます。サクホロ食感のクッキーにいちごのバタークリームがたっぷりと挟まっています。いちごの果肉もたくさん入っていて爽やかでとても美味しいクリームでした。スタバのテラス席からは西日に照らされる海を眺めながらカフェを楽しむことができます。ねえ、ラッピーじゃない？函
函館のローカルコンビニ長谷川ストアをご存知ですか？店内で焼き上げた焼き鳥弁当がとても人気があります。秘伝のタレ入ってみよう。焼いてる。メニューが決まったら注文用紙に記入します。焼き鳥弁当と言いますが、豚肉の串焼きがご飯に乗っています。すごい、お土産コーナー。焼き鳥弁当と同じデザインのお弁当箱も売っていました。意外と大きいね。スターの赤島ちょっと気になる。今から100年以上前に作られたコンクリート製の電柱。火災の対策としてコンクリートで作られ、100年経つ現在でも電柱として使用されています。函館スイーツの紹介2店舗目はスナッフルス。1998年に函館に誕生し、チーズオムレットが人気商品。ここにする？ケーキについている台紙をスプーン代わりにしていただきます。ふわふわ？チーズオムレットにはミニホットコーヒーがセットでついてきます。黒蜜とマイメロ。スナッフルスではこのような本格的なケーキの販売もあります。ケーキなどのカフェメニューを利用の場合は、店内奥のテーブルを利用することができます。いろいろあるね。アロマ系か。アロマストーン。函館といったら絶対に外してはいけないお店がラッキーピエロ。ベイエリアにある海上レストランマリーナ末広店に来ました。そうだね。
テリヤキハンバーグステーキ、ラッキーチーズバーガー。はい、ラッキーチーズバーガーですね。はい。焼きポテトで、ガラナ一つ。一つと、はい、ガラナですね。あと生ビール中はい、生ビールですね。はい。チーズバーガーとテリヤキハンバーグステーキ。支払い方法は QR 決済か現金になっています。ちょうど景色のいい席が空いていたので、こちらでいただこうと思います。はい、いただきます。あ、すごいいい匂い。照り焼きハンバーグとライスを注文しました。卵の黄身がでかいです。うん。意外と食べ方が難しい。照り焼きソースはハンバーグ、ポテト、野菜、何にでもあってすごく美味しいです。美味しそう。ラキポテはポテトの上にミートソースとホワイトソースがたっぷりとかかっていて、とてもジャンキーな味でした。お待ちかねのラッピのハンバーガーです。私が注文したのはラッキーチーズバーガーです。分厚い。トマトとミートソースとチーズとホワイトソースが挟まっています。すごいね。ビッグマック大きすぎて食べるのがちょっと大変でした。食べてみるとチーズとホワイトソースが思った以上に入っていて、とても濃厚な味でした。お肉も分厚くて大きいのでかなりお腹いっぱいになります。肉厚でカリカリのオニオンリングはビールとの相性が抜群です。函館港を30分クルージングできる遊覧船が戻ってきました。ラッキーピエロの夕食は本当に美味しかった。ボリュームたっぷりでジャンクな料理と生ビールが最高に美味しかったです。ラッキーピエロにはハンバーガー以外にもオムライスや焼きそば、カレーライス、店舗によってはピザなどのメニューもあるんですよ。ごちそうさまでした。ラッキーピエロのためだけに函館にまた来たいな。ここからはラッキーピエロのお土産コーナーを覗いてみましょう。お、あれ、ちょっと気になる。いかめしで有名な森町で作られた商品でした。これはビール、ラッキーガラナ、コーヒー、ラテ、これエナジードリンク買おう。あ、カレー？さ、ここは品揃えが多いんじゃない？靴下がある。靴下買おう。旅先ではよくご当地の靴下を購入するので、今回もラッキーピエロの靴下を購入しました。ラッキーピエロのデザインの T シャツも販売しています。お、マグもある。食べ物以外にもアパレルや雑貨などのお土産がたくさんあってとても楽しいです。プラスこれちっちゃいトートバッグ。
函館の屋台街大門横丁にやってきました。函館駅から徒歩6、7分のところにあります。おお。うわ、完全飲みやな。うわ、いい匂い。中に入ると温かな提灯の明かりが印象的で、どこのお店も食事やお酒、会話を楽しむ人でにぎわっています。営業時間は店舗により異なりますが、夕方5時から夜11時頃までやっているお店が多くあります。1日目の最後は函館駅前にある回転寿司根室花丸に来ました。8時前に来たものの、なんと40組待ちです。最終的に次のお客さんで受付終了になりました。はい。1時間以上が経って私たちの順番が来たのは9時15分でした。根室花丸はホームページでリアルタイムの待ち組数を確認することができます。整理券を先に発券しておくと時間を有意義に使えますよ。マダイと塩締めビンチョウと甘エビ。遅い時間だからネタがねほとんどなかった。残念。分厚い。塩締めビンチョウは味が引き締まっていて、甘みさえ感じられるほどいい味になっていました。函館朝市の海鮮丼と北海道の回転寿司の食べ比べもおすすめです。函館駅のさ、すぐ裏にホテルがあるから分かりやすいよね。ここからは函館駅にあるお土産屋さんを紹介します。有名な、よくある。知らない。へー。カステラなんだ。あ、カステラが入ってる。今日市場にさ、生そばってあったよね。一押しのカツチーを発見。チーズの中に数の子が入った最高のおつまみです。私たちが泊まったホテルの朝食にはなんと回転寿司が。ホテル紹介動画をお楽しみに。こっちもすごいね。秋鮭、クギ鮭、深いね。そばもある。そば食べたことある。あ、ウニあんじゃん。大きいね。こう勝ち割るとウニが出てくる。頭。朝市の場外は散策しながらいろいろな海鮮を見ることができて楽しいですよ。いい天気だ。海横丁。
どんぶり横丁には約20店舗の海鮮丼屋さんが軒を連ねています。朝市広場は60年を超える歴史があり、長年朝市を守り続けてきたドーム状の施設を建て替え、2014年に現在の建物が完成しました。ありがとうございます。おいしい。朝市広場内にもイートインスペースがあります。西かな。一番人気牛乳ですね。牛乳、あれも牛乳も食べたい。まだガシラ入る前にあったら。ありがとうございます。ありがとうございます。全部ここで手作りしてて、はい、保存料とか保存燃料入れてないので後味さっぱり。これがベースなので、はい、に味付けて今これだけの種類。あ、そういう。ハスカップとパンプキンのジェラートを購入しました。ハスカップはブルーベリーの約3倍の抗酸化力があると言われています。あ、すごい。アジサイってラーメン以外にもいろいろあるんだ。あ、それにしようかな。研修です。綺麗。一見あっさりしていそうですが、深みがあって美味しいスープです。すごいスープ吸ってる。お土産用にハンバーガーを買って帰ることにしました。12時過ぎには20人ぐらいのお客さんが並んでいたので、時間に余裕を持っていくことをお勧めします。持ち帰り用には照り焼きバーガーとラッキーチーズバーガーを購入しました。家に帰ってから食べるのがすごく楽しみです。また次の旅行はどこになるのでしょうか。バイバイ。じゃあね。
函館空港のお土産を少し紹介します。六花のつゆは砂糖でコーティングされたお酒が入ったボンボン。宝石のような見た目のボンボンが6種類入っています。ロイズからはブランデーが香るリンゴにチョコレートをコーティングしたお菓子。空港内でラッキーピエロの商品を数多く取り扱っています。函館の観光動画はお楽しみいただけましたか？この動画が皆様の函館旅行の参考になれば嬉しいです。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご質問やコメントなどもお待ちしております。お気軽にコメントを寄せてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。